told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste.ライ麦パンですもんね。ライ麦パンはもう手で混ぜるだけだから超簡単なんですよ。
ロのパンが75個入るんですよ。2カマの時は150個、まあマックスいったらですけどね。で捨て釜って言って、その燃やさなくても焼けるパンがあるんですよ。ブリオッシュってちょっと甘いパンとか、それとか入れたらもうちょっとちっちゃいと、あっちは昔の巻き釜なんですけど、あれ25個だったので、あれでスタッフ養う分焼こうと思うと1日も3釜4釜は当たり前なので、そうなるとあんま巻き釜の良さはないですよね。75個入るってかなり大きいっすよね。これちょうどこのピールの長さ分奥にあるって感じです。もうその代わり要は大きく作れるので、巻き釜はガス釜でね一気に75個入れるのは普通無理なので、なんか大きくやればやるほどやっぱ巻き釜の方が早くなるんですよ。ガス釜で10個ずつ何回も焼くに比べたら、もう1回75個焼いて帰っちゃおうっていう発想ですよね。巻き釜って電池みたいな感じなんですよ。一番外側の皮面が断熱材で固めてあって、その中って全部こう蓄熱材なんですよ。要は砂とか耐火レンガとか、そこに要は炎というの熱を溜めてでももう断熱材でそれより外には出れないから帰ってくるやつで焼くって感じなんですよ。だから、今日一日の薪燃やすのもそれよりもなんかこう1週間1ヶ月の蓄熱感が結構大事なんですよね。それで焼きやすくなったりとかするんですけど、ほどではない。仕込みの時間結構短かったですね。短いです。あと切ったり丸めたりはありますけどね。それは釜出しした後に。一人分の仕事だから、人に教えるときも教えやすいんですよ。これが2人分の仕事を2人でやりながら教えるってなるとできないんですよね。要は2人分稼がないといけなくて、2人分焼いてて、そのうちの1人を教育中っていうのはなかなか難しくて、だから暇なんですよね。ここで2人いると。肩まで。ここ？はい。はい。さて。エクビオンって言うんですよ。ちょっとかっこいい。これ要は掃除です。オーストリアのお店とか5時間ですから、労働時間、みんな職人さん。あ、そうなんですか。朝8時に来て、仕込み担当の人、もう12時ぐらいに、1時ぐらいに帰っちゃうんで、終わりですよ。で、給料はうちだと同じかもっと取ってるし、だったらもうね、帰り美術館行くとか、家族でご飯ゆっくり食べるとかしてるわけじゃないですか、向こうの人。で、自分とかはもうドタバタさっき言われたみたいに働いてたので、もう帰ってもうビール煽って寝るだけみたいな感じで、じゃあこれ3年5年10年20年30年経った時にこの国の差はどうなるんだと思って怖いですよね。でももうそれが30年経ってるんですよ。その積み上げが向こうはそうやってもう毎日家族と過ごして文化的な活動をしてっていう要は40、50年と、うちらみたいに
何やってんだろうねっていう変なこだわりだけので疲弊してる4、50年でしょ。もうちょっと取り戻せないぐらいの差なんですよ、すでに。だから死の子の言わず、とりあえずサビ真似でもいいから真似しないとこれは危ないなっていうのを思って本当に真似したんですよ、そこで。自分もできるのかなってね、それまでもう自分も15、6時間働いててだからさすがに真似してできるんかなと思ったらできるんですよね、普通に。で、できたなと思って今度はそれをまた研修生さんとかね、それドリアンだからできたとかみんな言う人もいて、だからもう素人の研修生さんとかに教えてあげて、でその子たち独立し始めて、でその子たちもううちよりもまだ働いてないんですよ。でうちより儲かってたりするから、それはそれでちょっとジェラシーですけど、だからやっぱ再現性もあるんですよね。だってヨーロッパの人全員やってるんで、それもうなんかそういうことを言ってる段階ではない気がしますよね。もう危機的状況の働き方だと思いますよね、日本人の。この90点の100点に上げるのに本当半分ぐらい使ってるんですよね、時間。わからではないんですけど、自分もやってたからやりたくなるんですよ。もうそこを自己満足だなって思えるか。自分が自己満足求めるほど本当に自分もだし、家族もだし、従業員もだし、お客さんいいもの食べれないんですよ。うちらが自己満足で手かけて時間かかって人かかったらその分上がるじゃないですか、いろんなコスト。そしたらみんないい粉使えないんですよ。別に高くないんだけど使えないんですよね、それを 100% とかでは。でも手抜いてね、人件費削ったらそんな粉代なんて安いんで、お客さんもねいいもの食べれるし、うちらも手抜かしてもらってるし、みんな万々歳なんですけどね、でもなかなかやっぱり研修生さん以外の店には広がらないですね。反感の方が強いですね。やっぱ今一生懸命やってる人、それは自分も分かりますけど、もう12時間以上働かないとパン屋じゃないんじゃみたいなのを言う店もありますし、それはそれでいいんですけど、全体の文化として見たらもう無理ですよね。そんな職員さんがボロボロになって働いて、オーナーもボロボロ、職人さんたちもボロボロみたいな感じになっていってるので、日本にはさっき言ったみたいにヨーロッパは3倍焼かないといけないから、この大きさで最小クラスなんですよ、巻き釜の大きさでいうと。でも日本だともうこんだけあったら十分食っていけるので、家族だから向いてるんですよね、日本に。輸入とかしないとなかったんですよ、特にグラとか、ダンパーとか熱がかかるとことか、それを、結構この巻き釜仲間って仲いいので、日本のパン屋さんでみんなでそれぞれこう人柱になりながら少しずつ国産化を進めていって、今もう純国産です。この鉄部品関係でも図面あるからこれ1個くださいって言ったら、もうじゃあ来月行きますみたいな感じでできるようになったので、もうあと数年で多分フランス抜くんじゃないですかね、巻き釜のパン屋の数とか。そんなんないんで、言ってもヨーロッパも巻き釜のパン屋ご自身で作られたんですか？みんな自分で作るんです。もう何個できたんだろう、20個あるんじゃないですかね、同じ型が。だから多分そのものとして完成してるんですよね。400年前にフランスでできてるんで、要はいろんな理にかなってるんですよね、これもね。だからうちら日本人ごときがなんかもう工夫する部分はないって感じですね。だってもうずっと焼いてんすから、ヨーロッパ人とか。もううちらがパンのレシピもですけど言ってましたけど、自分もいやもっとなんかこうやったうちの
レシピだみたいなのやってましたけど、そんなの多分何百年前の誰かフランス人のどこそこの誰かがやってて、これはダメだって言って捨てたやつですからね。やってないはずないですよね。もう何千年やってるんですから。多いんです。うちの研修生でも2件あったんで、もう1回やって人気店になったけど労力的に辛すぎて、でやめて、もうパン屋嫌だわってやめたけど、もう1回やりたい、じゃあ次は違うやって形やりたいってなって、こういう形にしたい。いいね、それいいね。でもないよ、中も引き出し。下が黒いかも。その隣の層も結構来てるかも。いいね。よくいいパン、いいパン。ね。おお、むしろいい。コシがある感でしょ、なんか。なんかもっと上がってて。いいね、ジャスト。はいはいはい。はいはい。それ勝手に削ってるのです。欲しいです。ヨーロッパやらないんですけど、乾燥してるから、日本はやっぱかびるんですよね。なんでこうやって乾かしていけばもうかびないですからね。さっきズームの講習会されてるって言ったんですけど、今3期生なんですよ。パン学校っていう今くくりはなくして、そういう手仕事で起業したい人の学校って言ったんですけど、まあ、3期目で今年20人1年かけてやる。4月から4月まで。今は、1期生10人、2期生10人で、今回3期生20人で、だから1期2期はもう卒業してるので20人卒業してますよね。ザ・パン屋みたいな感じでオープンしてるパターンももちろんあるけど、まあ、主婦の方とかイベントに出店するとか、目的はまあパン屋でいうと売れるパン屋さんになるのってすごい難しいわけじゃないんですよ。ちゃんとそれで食べていけますとか、余暇も取れてますっていう風になるには難しいんですよ。まあ、あるあるとしては、まあ、例えば昔よくあったベーグル屋さんね、流行ったじゃないですか。ベーグル屋さんオープンしました。で人気出ております。でオープンして2時間で売り切れてますもん、毎日。だからまあ傍から見ると繁盛してますねって感じなんだけど、いや食べていけないんですよ。全部売れてるじゃないですかって。いや全然、まあ全部売れてるって言っても例えば何十個しか売れてないんでみたいな。それでまあ計算したらね、例えばまあ2万円とか3万円しかないんでみたいな。でもうちょっともうちょっとたくさん作りますってなると、いやもう1日もこれ以上できないぐらいやってるんですみたいな感じになるんですよね。要は世の中が求めてるのに応えていくとそうなるんですよ。なのでそうならないためにはどうしたらいいのかっていうのを教える学校です。だからパンのことほとんど教えてないです。4月から始まったんですけど、まだパンのパの字もないです。
おじいさんたちは今の山とか入って臭いって言うんですって。昔は多分人が入ってたからもっと山に、うちら素人が見たらなんか緑たくさんでいいっすねみたいな感じだけど、茂りすぎて臭いんだって。どこまでが田村さん田んぼなんですか？これ1、2、3枚。これとこれと下の2枚は隣の正市さんのところなんで。なんでこんなに広い田んぼで米作ってるんですか？いやでもなんか集落のおじちゃんたちとなんかまあ仲良くなりたかったっていうのが一番かもしれないですよね。やっぱお米やると共通の会話があるんで。これ何か鳴き声が、猫の鳴き声。猫の鳴き声がしましたね。朝は、ご飯パンから交互で、夜は基本ご飯食です。あるんかい。グハ。こういうのやってごらん。お、トマトのあれ取れてるだけじゃない。取れてるだけかな。でもなんか破れてる。破れてる感あるね。見ながら話すとき、こっちの角度って見にくいじゃん。食べよって。いただきます。溺れるかと思う。やっぱいっぱい。三船さんって。約束でご飯の時はご飯って約束したよ。Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change.